そうでちょっとなんでめっちゃいいじゃないですか。はい。はい。では、カードサンプル。よろしくお願いします。よろしくお願いします。セカンド使ってみてどうでした？なんだろう。ここ変えたじゃないですか。うん。これでも全然緩まなかった。おお。あと、まあ、ここに2個サル皮か。つけたじゃないですか、ここに。はい。これがね、つけやすさにすごいつながって、なんか、ここで決めないといけないじゃないですか、長さって。はい。ここをここにするのか、はい。ここにするのか。そうですね。で、このサルカン根元のが1個あることで、じゃあここにしようってしたときに、ここで固定できるんですよ。ああ、なるほどね。確かに。で、じゃあこの長さにしようって。はい。で、ここで長さが仮決めして、上のこの金具を通していく。で、すっごい通しやすくて、これが1個あるだけでこんなに違うんだって思いました。今回の動画のプレミアム公開した時に、コメントで、何人かサルカワ2つあるの嬉しいみたいな。そう。気づいてくれたなそこ気づいてくれるみたいな。あれ嬉しかったですね。そう、だからこれね、2個ついてるのと1個だとこんなに違うんだっていうのをつけてみてびっくりしました。1個しかついてないのほとんどですもんね。そうなんですよ。あとはまあ、なんか結構私ツイッターとかでも何回も言ってるんですけど、15ミリにするとここが結べるっていう。結べるのが超良かった。これはね、ほんとね、やっぱ渚さん視点ですよね。これに気づいてくれたの。そう。これは、しかもほんとさっと結べますね。意外と結べめちゃくちゃ手軽に。そう。で、ちょっと可愛くないこの、ってした感じ。確かっていうね。クライミングロードタイプのやつとかも、こうやって短くして使ってる方とか結構いますね。そう。こうやってね、結んでこの短さのストラップって実際までないじゃないですか。こんな長さだけのストラップって。確かに。でも、この長さだとちょうどここにかけた時になんかこうやって持った時に小脇にカメラ抱えるような感じで持てるのがすごいいいんですよ。ちょうどここ、脇の下のこの辺にカメラがあってる。だからバックとかとギュッて持っちゃえば、なんか変にこう動いた時とかにガーンって変にカメラぶつけたりとかする心配がないから、なんかそれをこう TPO によって使い分けられるのですごいいいなと思いました。これ本当渚さんの視点がないと多分僕だったら気づけてなかったかもしれないです。結べたらいいじゃんっていう。ねえ、結べる多分革のストラップってほとんどないと思うんですよ。そうっすね。ないと思う。ロープタイプはあるけど。硬いんですしね、結構そのレザーのタイプ。そう。結んだりとかしても反発が強くて。だからこれは本当結べるのが非常に良かったです。15ミリに作って良かった。この結べるみたいな視点を渚さんが気づいたときに、なんかやっぱこうやって一緒にものづくりするの面白さここだよなって思いました。こういろんな視点を持った人がこう一個のを作ろうとするわけじゃないですか。これはなかなかやっぱ自分たちだけだと難しいんで、楽しい。苦労だけをかけてるわけではなかった。いや、もうもちろんですよ。楽しみです。そうね、だからなんか割となんていうんだろう、完成形に近いものだなとして見ていた感じですかね。セカンドサンプルに関しては。じゃあおおむね仕上がりよしと。よし。この間もいいねって言いまくってた。でも角さんはちょっと苦しい。俺の顔、最後残った苦しみが出たらみたいな。この辺にある角さんの顔がめっちゃ面白い。やばかったですよね。俺もあの動画見てやべえな俺と思って。顔にめっちゃ出てる。安心したとか多分言ってたんですけど、安心したと顔の表情全然リンクしてない。めっちゃ面白かった。なんか面白かったですね。はい。可愛いね、細かく詰めるところがあるんで、じゃあサードを作るにあたって、じゃあ何をしたのか。まあ
仕上がりはいいセカンドですが、うん。まだ細かく調整しないといけないところは残ってるので、うん。課題を整理して、その課題に対してどういう対策を取っていったのかみたいなのをちょっと説明していければいいかなと思います。はい、お願いします。で、残ってる課題をいくつかまず説明すると、特にまあ白の方ですかね。うん。白のこのストラップの根元に使われてる、うんこの後ろの人工比較のはい。色味、うん。うんあ、そうだそうだ。そう色味を、この革にできるだけ合わせたいねという話があったと思うので、うん。その辺を、どれだけ合わせることができるんだろうかみたいなのをはいはい検討しないといけない。あとは猿革のサイズ。はいはい。どのぐらいの緩さというかきつさというかね。このセカンドサンプルのこのサイズが本当に適切なのかどうかみたいな。結構でも伸びてません？やっぱ初期より。そうですね、うんやっぱね使ってるうちに伸びてきますよね、これで本当に行くべきなのか悩んでる部分があって、はいなぜ悩んでるのかみたいなのもちょっと説明できればいいかなと思って、あとはこのストラップの先端だけ切りっぱなしの仕様になってたんですけど、はいはいはい。この状態だと中の芯材がピロってちょっと飛び出てきちゃったりとかすることもあるので、じゃあこれをどうするのかはいということを考えないといけない。細かいはい猿革の仕様はい。変えるかも。あとは、この根元ストラップの全体の厚みを、あと 0.5 ミリ。全体の厚みを 0.5 ミリ。あと 0.5 ミリ。今、この厚みはだいたい 2.5 ミリなんですけど、はいはいはい。これをできれば2ミリ前後に持っていきたい。確かにカメラ側の取り付け部がスリットタイプのやつだと若干きついんですよね。そうなんです。通す時にね。そうなんです。なので、2ミリにしていけないかっていうのを考える。はい。根元のストラップを薄くする。はい。じゃあまず人工比較の色なんですけど、結論から言うと、うん。防水レザーの方と完全に色を合わせることはちょっと難しいかはいなと。思ってます。で、これが、今回用意した人工比較、それぞれ3種類用意したんですよ。根元のストラップ裏に貼る滑り止めの人工比較各色3種類。3種類用意したのは、微妙にそれぞれ色味が違うので、一番合う色味のものを選びたいなと思ったんです。ただ、この根元ストラップの一番重要なことって、緩まないことじゃないですか、ストラップが。おっしゃる通り。そう。いくら色味があってでも、カメラストラップとして緩みが発生するっていうのはもう致命的だと思うので、うん。じゃあ何を優先するかって言ったら、滑りにくい人工比較ってことですね。ストラップが緩まない仕様をちゃんと担保できること。で、その次に色味があればいいよねっていうことになると思うんですよ。で、一応3つとも滑りにくい、人工比較を選んだんですけど、うん。やっぱり、人工比較とはいえ、その素材のブレみたいなのがやっぱりあって、おー。で、今まで使ってたやつで、比較的滑りにくいなって思ってたものも、うん今回ある程度まとまった数を発注して取り寄せて見てみると、うん。滑る場所もある。へえ、マジだ。怖いじゃないですか。怖い。そんなことがあるんだ。人工比較だから結構均一にはなってるんですよ、仕うん上がりとしては。うんでもやっぱりどうしても微妙な差があったりとかするので、で、いうことを考えたときに、まあ一番滑らないものを選ばないといけないなと思って、そうですね。人工比較で、うんのカタログの中で NSP 表記っていうのがあって、うんノンスリップを歌ってる人工比較なので、靴の中敷きとかに使ったりとかされるんですよ。はあ、確かに。そう。あ、でも確かにこれは一番これがすっごい滑りにくい感が、そうです。表面が明らかに。指がこう、ペタッとちょっとするというか。採用するとしたら NSP 表記がちゃんとあって、うん。で靴の中敷きとかでも使われてるっていう実績があるものをちゃんと選んだ方が良いので、うん。なのでもう各色これ一択ずつ感じで。まあでもそんなにすっごい裏が白いなんか白いのが気になるっていうのも、うん私はなんかあんまり思った以上になかったので。まあポジティブに捉えると表と裏分かりやすいっていうのはあるかもしれない。確かに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 そうカメラに通した時にああねじれてたとかあるそうあるある。なのでまあそのバッチリ、こっちの色に合わせてるわけじゃないんですけど、
まあもう緩まないというか、最優先して今回はこの色味を選んでいけたらいいかなと。なるほどです。はい、猿革。猿革の、まずサイズなんですけど、はい。前回のセカンドサンプルのこのサイズ、まあすごくいいサイズだったんですよ。で、じゃあこれで買えなくていいじゃないかっていう話があるんですけど、サードサンプルまで来ると生産のこともちゃんと考えないといけなくて、はいはいはい。生産ね。そう、まず全体で共通していることは、生産品を、安定して作る、安定させて作るために、どういう仕様が適切なのかという視点で考えないといけない。やっぱりその開発の時に一本綺麗なものを作っただけじゃダメじゃない。より多くの方々に使ってもらう製品だとしたら、何十とか当然何百とか何千作った時の、一定の想定内の品質で作れないといけない。品質をちゃんと安定させる仕様なのかっていう視点もここでなるほどね。そうですね。で、はい、それでじゃあ猿革のサイズに行くとこれぴったりでいいんですけど、じゃあもしこれよりもちょっとだけきつくなってしまったらストラップ通んないじゃんっていうことあるじゃないですか。ありますね。でも逆にじゃあ緩くなっちゃったらガバガバで、猿革がちゃんと機能してくれないじゃんってなる。じゃあこれはどっちに、寄せるべきなのかっていうのを考えないといけないんですけど、今回に関しては少し緩くしてあげた方がいいかなって思ってます。はい、その理由は、まずちょっときつくなってストラップが入んない状態は結構致命的。そうですね。製品が使えないので不良品って感じですね。なっちゃうので、それは避けたいっていうのがあります。で、じゃあ緩くして大丈夫かっていうのは、結論から言うと大丈夫だと思ってて、なんでかっていうとこのストラップの裏側にそのノンスリップ加工の人工皮革を使っているから、猿革が多少緩くてもそのノンスリップ加工の皮がとどめてくれるじゃん。はい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 。なるほどね。なので今回の仕様のことを考えると、少し緩くいい方がむしろ全体最適になる。はい。っていう判断のもと、サイズはセカンドよりもちょっとだけ緩くしようかな。ほんとちょっとだけですね、きっと。ちょっと。めちゃくちゃ。つまりは。1ミリぐらい。マジで本当に。なるほどね。ほんとそのくらいの調整をしようかなと。もう一個、猿革の仕様。悩みです。悩んでるのは、この照り返し仕様にするのか、切り目仕様にするのかっていう悩み。で、これだけを見ると、もう照り返し仕様一択でしょっていう感じなんですよね。そうですね。そう、見た目とかその美しさとかを考えると、なんですけど、こっちの切り目仕様のものって裏側を見るとこういう風になってるんですよね。こういう作り。照り返し仕様はよりミニマルにするためにここを手縫いで留めてるんですよ。はいはい。こっちの方が正直生産するときはブレにくいんですよ。なるほど。品質が安定しやすい。はいはい。生産性も良い。はい。生産性が良いイコール品質が安定しやすいもので、その側面で考えるとこっちがいいんですけど、はい。こだわりたいじゃないですか。こだわりたい正直。こっちが難しい理由はこの留め方が技術を使うというか、すごく細かい技術を使ってつなぎ合わせるので長さがブレやすかったりするっていうのがあって、なのでその技術を持った人が作らないといけないから、その分その生産の難しさみたいなのが出てくるんですよね。だからじゃあどっちを取るのかっていう話なんですが、これはもう、こっちの方が圧倒的にミニマルで可愛いので、あとこっちの照り返しはこう照り返しているので、猿革がなんか全体的にぷっくりしてるんですよ。ぷっくりしてる。そう、このぷっくりしてるのがやっぱまたなんか高級感を感じる。そうですね。なんかちょっと見たことないなっていう、新鮮な感じが。こういうパーツがふっくらしてるのって高級感につながるので、そういう意味でもこっちがいいなと思ってるんですけど、悩ましいんですが、ここはちょっとメーカーさんに相談して、なんとかこの照り返し仕様で品質を安定させる方法を一緒に考えようかなと思ってます。なんである種生産プロセスのところにちょっと足を踏み入れさせていただく。僕はもともと作り手だったので、こうすれば生産のブレが
より出にくくなる作りであろうとか、各工程と工程の間で検品のプロセスを入れさせてもらって、こういう検品方法をすれば、もし、不良になっちゃうようなブレが出てっても、そこで弾けるっていうのを、もうそこの作り方と検品の仕方も含めて相談。なるほど。じゃあこっちの減り返しの方で頑張るってことですね。つまり来週相談するんで、その相談がどうなるかどうなるか、それ次第。そうですね。いやー、これ悩ましいんですよマジでそう悩ましいね。このサイズだからね。そしてで次がストラップの厚みですね。もう 0.5 ミリ薄くしないといけないっていう話があったと思うんですけど、はい、この厚みをもう 0.5 ミリ薄くするっていうのもさっきから言ってる生産の話で、これって 2.5 だったらちょうどジャストがちょっときついじゃないですか。はい、これがあと 0.5 ミリ厚くなったら、結構きついじゃないですか。確かに逆に考えるとね、カメラ撮んないんですけどってね。なんで生産でブレた時にこの2ミリから 2.5 ミリの間で収まってくれるような仕様にしないといけないです。なので、こういう時はブレる前提で2ミリを目指して作るんですよ。なので 0.5 ミリ薄くしたい。なるほどね。そう。分厚く上がっちゃった時でも問題なくカメラに通るってことですね。そうです。そこが大事。っていう話をした時に、それって薄くブレることはないんですかみたいな話があるんですか。確かに。例えば 0.5 薄くブレて 1.5 になったらどうなるんですかっていう話があって、それもダメなんですよ。ただこれはまあいろいろケースバイケースなんですけど、生産は厚くブレやすいっていうのと、厚くブレるように作ってくださいっていう方がまだリクエスト出しやすい。なんでかっていうと、まず素材の加工するときに元に戻せない加工をかけちゃったらもうダメじゃないですか。一回薄くしてしまったらもう厚くすることはできないので、なので狙ってる厚みよりちょっと厚めに加工することが結構多いんですよ。なるほどね。でその 0.05 とか 0.1 ミリ厚いパーツが積み重なっていくことで、0.5 厚くブレるみたいなことにつながってくるので、なのでまあ厚くブレる方をまあ想定するって感じですか。っていう課題がありながらも、この先端を減り返しにしないといけないじゃないですか。でもこれ減り返しにしたら余計ここは厚みが出るんですよ。確かに。さらに薄くしたいって言ってるのに厚みを出さないといけなくて、じゃあどうすんのっていう話になってくるんですよね。でこれはすごい悩みました。今回のストラップって表も裏も減り返し合わせじゃないですか。減り返し加工したパーツ同士を貼って縫製してるんですけど、この仕様を変えない限り厚みをさらに薄くすることはもう無理だっていうことが分かったんですよ。なので表のストラップは切り目にします。で裏はセカンドと変わらず減り返しにしてそれをすることで表のこう減り返してた部分がなくなるので、だいぶ薄くできる。それで 0.4 ミリくらい薄くなる。ただ、じゃあ切り目にしました、でそれで解決かって言ったらまたちょっと違くて、切り目になると次この表のストラップに入れてた芯材が断面から見えちゃう。確かに。じゃあどうすんの、で芯材も抜くしかないってなるんですよ。でそしたら表のストラップは 0.4 の皮だけで大丈夫なのかっていうのが出てくるんで、なんで 0.6 にしましょう。仕様を変えて芯材も取りました。その2つの変更したことで結構薄くなったから、その分ちょっと皮を厚くした。なるほどね。それで耐久性を担保する。なるほど。で一応その減り返し仕様をやめることと芯材を抜くっていうことをやると 1.6 になるんですよ。でさっき言った表の皮を 0.2 ミリ厚くして 1.8 まで持っていく、もう少し厚くできるから、ストラップの裏側の芯材をセカンドよりもちょっと厚くしてみる。なるほどね。で質感も少し硬くして、耐久性を担保するのとあと生産性を良くしてます。すごい。俺やばいっすよね。やばいすごい。
唯一この先端部分だけは照り返しの仕様にするから、うん。 2.5 ミリよりも厚くなる可能性はあるんですけど、はいはい。先端だけ厚い分には、うん多分大丈夫です、うんうんうんストラップが全体が厚いのと先端だけ厚いのとでは扱いやすさが全然事情異なるので、うんちょっと先端が厚いくらいだったらまあちょっときついかないくらいで済むはず。はい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 。そして早速そしてできたで根すね。元のストラップ。根元のストラップここ切り目仕様になあ、っていて、全然わかんない。でここへり返し。ホワイトの方がちょっとわかるかもしれない。あ、まあ確かに。ホワイトは確かホワイトはね、このインクどうするかっていうのをちょっと考えてもいいかもしれない。に。うん無色のやつを塗るとかがいいかもしうん。うれない。んうんうん。結構それだと目立ちやすいですね。うんうんうん。でも確かになんか若干薄くなった若干か薄くなってます。で、これを見るとわかりやすいんですけど、この先端のへり返しも、うん。裏の人工皮革を巻き込むようなへり返しにしてるじゃないですか。はいはいこれも理由があって、うん。いわゆるへり返し合わせの構造だともっと厚くなっちゃうから、あーもうさすがにそれ以上はきついってことで、へり白で厚みが出るのをもう1枚にとどめてるって感じですね。細かい。まああとなんか何回も抜き差しすると、多分ここなんかすごい汚くなるし、多分ビロビロしてきそうだなと思って。おっしゃる通りで、ねもうそれを懸念して、うんこういう包む仕様にしました。はいはいはい。こうね、包む仕様。包む仕様。はいはいはい。先端部分。こういう仕様になっていることで、その猿側にも刺しやすいですし、うんうん。あ、そうそうそう。これがね、そうなのよ。ちょっとね、やっぱへにって、引っかかるから。そう、へにってなっちゃって、そうなんです。若干通しづらいなっていうのもあったが、うんうんしっかりしたから通しやすくなったはず。なったはず。はこのインクはちょっとこのインクの色をちょっともう少し薄いとか無色のものにするみたいなのを考えてみましょう。あ。うん。うん。そうですね。サードサンプルがさあ、どうも。仕上がりました。現場の方をちょっとまとめるのが切り目仕様になってもいい感じ。いいですね。全然なんか変わっちゃったみたいな感じとか全然ないですね。良いのでは。よいよいよい。そしてやっぱ15ミリいいですね。 15ミリいい。やっぱ15ですわ。めちゃくちゃスマート。うん。ふかふかしてるし。いいと思う。いいわ。ホワイトも。金具通してみましょう。うん。おー、めっちゃいいじゃないですか。これも。だいぶ全然違う。これでね、印象変わりますよね。ねえ、全然違う。これは相当変わるな。全然違うね。うん。めっちゃいいじゃないですか。つけてみましょう。つけてみましょう。どうですか、通しやすさ。先端はね、今正直ちょっとね、きつかったです。うんうん。けど、
先端を越えちゃえばスーッといきます。はいはい。いや、この感じ、ね、この感じは珍しいね。いや、金具でかいな。やっぱね、金具の印象は全然ね、製品の印象を左右しちゃいますよね。ねえ、黒。マットな金具、大事。いや、いい。欲しい。これは欲しい。これはいいね。大丈夫。大丈夫。うん。むしろ、なんか、つけやすくなった、このぬるっと感が。おー。その、微調整がしやすい。はいはいはい。ね。金具変わるとこんな変わるかっていうぐらい。別物ぐらいの印象ですね。いい。白いい。ブラックめっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。かっこよ。一度テンション上がる。めっちゃいいじゃないですか。欲しい。金具が変わるだけでこんな変わるか。素晴らしい。静かな握手。やりました。やりました。ね、やれてますね。やれてますね、これは。黒いいよね。黒かっこよ。白が作ってたのに、黒めっちゃいいじゃんっていうことに。あら、いい。あ、でもやっぱメンズだとちょっと短いのか。ね、まあ、好みによるのかな。カメラ使わない人だとちょっと。若干慣れてない感が。いや、いいっす、いいっす、めっちゃいいっす。週末を迎える。本当、良い週末を迎えられる。よかった、金曜日で今日が。いやー、よかった。よかった。あ、日曜入ってる。よもうね、チームの力で。いやー、やりきりましたね。切りましたね。うん。ありがとうございました。